どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。今回の動画は富士フイルム X-E4 こちらのカメラにつけて使っているレンズについて紹介していきたいと思います。実際に使ってみたレンズは何本かあるんですけど、その中でも似合ったレンズ、似合わなかったレンズっていうのがあるので、その使用感とか実際見た目的にどんな感じだったかっていうのを紹介していけたらなと思います。今回の動画ではこのレンズのスペックについて詳しく紹介するっていう感じではないので、このレンズ自体の個別動画などもありますのでリンクを貼っておきますので、もしよかったら参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。まず1本目、焦点距離が小さい方、広角寄りの方からいきたいんですけど、まず XF16mmF1.4 っていうレンズをレンタルしたんですけど、こちらのレンズは若干大きめのレンズなので XE4 のこのコンパクトなボディには少し似合わないかなという風な印象を受けました。 XF16mmF1.4 ってもともと大きいことは分かっていたので、おそらく似合わないだろうなという風な気持ちでレンタルして、写りとかその辺に期待していただけで、似合うか似合わないかで言ったらあんまり似合わないのは分かっていたんですけど、レンタルしてみて使ってみると意外とそのコンパクトではないんですけど、もちろん結構大きくてここのレンズがボディよりも下に飛び出るような形でちょっと見栄えもあんまり良くなかったんですけど、実際に使ってみた感じは思ったよりいけましたね。大きいか小さいかでいうともちろん大きいんですけど、大口径レンズなのでなんですけど、そこまで悪くはなかったかなというふうな印象です。ただつけっぱなしにしたいとか結構メインで使われたいという方にとっては XE4 との組み合わせは、そこまでおすすめできるわけではないので、全然サイズ感とか違うので XT4 とか XS10 とか、こういう感じの大きいカメラで使うのがおすすめかなと思います。次2本目なんですけど、 XF18mmF2 っていうこちらのパンケーキ型のこういう薄いレンズですね。これがめちゃくちゃおすすめなんですけど、このレンズコンパクトでめちゃくちゃ使いやすいのは分かってたんですけど、あんまり正直使ってなくて、 XE4 にこのレンズをつけてみたらもうめちゃくちゃしっくりきて、すごいこの見た目がいいじゃないですか。コンパクトとコンパクトの組み合わせで、もう何ていうんですかね、この XE4 と組み合わせて XF18mmF2 の価値が自分的にはかなり高まったかなという風な、似合ってますよね、このパンケーキレンズは。見た目もなんですけど、この持ちやすさとか持ち運びやすさとかもう完璧すぎて、ずっとつけっぱで他にレンズを持ってなくても全然困らないぐらいのレベルだと思います。富士フイルムのパンケーキレンズって XF27mmF2.8 っていうのがあるんですけど、これの1型と2型、前のモデルとこの XE4 と一緒に発売された第2世代があるんですけど、 XE4 はオートフォーカスも速いので、ちょっと昔の写りのレンズか最新のカリッとしたレンズを選ぶかどっちかだと思うんですけど、どっちでもいいんですけど、そのパンケーキレンズの XF27mmF2.8 もめちゃくちゃ似合うかなと思います。キットレンズとしては海外でしか売られてないんですけど、同時に発売されたということで、やっぱりこの組み合わせはおすすめだよっていう感じで、富士フイルムからの、そういう風なメッセージがあるかなというふうに思ったりはしています。どちらもパンケーキレンズとは言っても、やっぱりどなたにもこのレンズをおすすめできるというわけではないので、人によってそれぞれその使用シーンとか違うと思いますので、 XF18mmF2 とかだったら室内撮りが多いとか、お子さんを撮ることが多いとか、そういった方にはやっぱりおすすめで、27mmF2.8 のパンケーキレンズの方だったら、スナップとか外で撮ることが多い方とか、そういった方におすすめかなと思います。 F2.8 だったらやっぱりちょっと夕方とか、夜の室内とかだったらちょっとどうなんですかね、 2.8 って APS-C の 2.8 だったらちょっと暗めかなと思うので、僕的には個人的にはやっぱり F2 ぐらいは欲しいなと思うので 18mmF2 の方が好きなんですけど、僕みたいに家族を撮るという方、お子さんを撮っていらっしゃる方とかだったら 27mm よりも 18mmF2 の方がおすすめかなと思います。次にご紹介したいレンズなんですけど、 XF23mmF1.4 です。富士フイルムの 23mm は F2 と F1.4 があるんですけど、個人的には F2 よりも F1.4 っていうちょっと大きめの大口径レンズなんですけど、 F1.4 の方がおすすめしたいなと思ってます。 XE4 に形的に似合うかどうかで言うと F2 の方が多分コンパクトなので似合うなとは思うんですけど、これは 35mm の F2 なんですけど、だいたい
23mmF2 もこんな形をしているので、イメージ的にはこんな感じになるんですけど、 F2 の方がやっぱりちょっと小さくてコンパクトで使いやすくて軽くて持ち運びもしやすいんですけど、個人的には F1.4 の方がおすすめかなと思います。理由的には写りっていうのもあるんですけど、F2 は X100V とかともちょっと被るので、その辺も考えると、僕的には F1.4 の方がおすすめかなと思ってます。F2 の時は正直そこまで、感情の面で言うと感動があんまりなかったんですけど、 F1.4 は写りがめちゃくちゃ良くて、すごいこのレンズもうすぐ欲しいなって思ってしまったんですよね。なのでやっぱりそのめちゃくちゃ写りが良くてちょっとオールド感があって、すごい使いたくなるようなレンズだったので、ポートレートにも向いてますし、しっかり背景もぼかしてくれますし、そういった面で見た目では F2 の方がもしかしたら似合うかなとは思うんですけど、 XE4 につけてもそんなに違和感もありませんでしたし、すごくおすすめかなと思います。子供を2人、同時に撮ることとかもすごく簡単にできますので、僕的にはかなり使いやすい画角かなと思ってますので、23mm は皆さん1本持っておいても間違いないかなと思います。次なんですけど、次は XF35mmF2 っていうこちらのレンズですね。このレンズなんですけども、見た目がめちゃくちゃ似合いますね。パンケーキレンズもすごく似合うんですけど、この感じ、持ち出しやすさでいうと XF18mmF2 の方がいいんですけど、やっぱ小さい方がいいんですけど、この見た目のかっこよさとかでいうと 35mmF2 が一番似合うかなと、この動画を撮ってみて改めて思いました。 F2 は写りもめちゃくちゃいいですし、オートフォーカスもすごい速いので、明暗差があるところでも全然ピントも合いますし、すごい使いやすいんですよね。なのでXE4 を買って一番最初に買ってもいいレンズかなと個人的には思います。僕の場合だったらこのレンズは公園に持っていくことが多いんですけど、遠くから狙う感じでもないですし、子供にすぐ手を出せる距離、危なそうだったらすぐに助けてあげられる距離で撮れるレンズかなと思いますので、お子さんを撮っていらっしゃる方にもおすすめかなと思います。次は XF35mmF1.4 ですね。こちらのさっきのは 35mmF2 なんですけど、これは F1.4 ですね。でこれはちょっとさっきのレンズよりも少し大きめ、裏蓋がついて同じぐらいになるので、高さとかその辺は F1.4 の方が結構大きいかな。でこっちが円柱みたいな感じのズドンとしたタイプで、こっちが若干細くなっているので、見た目的にはこっちの方がすっきりしますね。なんですけど、やっぱりこの 35mmF1.4 ってすごい綺麗に映るというか、昔のレンズなんで柔らかい描写で、ちょっとオールド感があるとか言われたりもするんですけど、たまに使うとやっぱり違うなというか、これは手放せんなと思ったりするレンズではありますね。なんかハッとする描写とかそういうのを体験させてくれたレンズではありますので、一回経験してもいいんじゃないかなと思います。で、このレンズは今フードつけてないんですよね。でこれをフードをつけてしまうとでかいんですよね。フードをつけた方がこのレンズはかっこいいんですけど、フードをつけると結構でかいので、どうですかね。個人的にはフードない方がコンパクトで、この組み合わせに関してはこっちの方が好きかなという印象です。このレンズまたいつか比較しようとは思ってるんですけど、比較って難しいんですよね。僕やっぱ子供撮ってるんで、同じシーンでこのレンズ使ってこっちのレンズを使ってまた付け替えて子供を撮るみたいな、そういうのやっぱ難しいんで、なかなか比較できてないんですけど、いつかしたいですね。やっぱしときたいですね。自分の中ではなんとなく考え的にはまとまってはいるんですけど、その作例比較例をなかなか、作り出せてないというか、そういう感じでちょっと後回しになってしまってるんですけど、いつか比較したいなと思ってます。オートフォーカスがついてる単焦点レンズに関しては僕の持っているラインナップではこんな感じですね。前はXF50mmF2 かな
あれを持ってたんですけど、ちょっと売っちゃったんですよね。子供取りやすい画角とは言いづらかったので、写りとかその辺はかなり気に入ってたんですけど、 50mmF2 はコンパクトプライムっていうこの 35mmF2 とかと同じような形のシリーズなんで、全然形的には XE4 にも似合うとは思うんですけど、僕はちょっと子供を撮るっていうのを考えるとあんまり使わないかなと思って売っちゃったんですけど、 XE4 にも多分見た目は似合うと思いますので、気になる方はちょっとチェックしてみてください。次ズームレンズなんですけど、最近までレンタルしていたズームレンズで XC1545 っていう広角側が 15mm で、望遠側遠い方が、45mm までズームできるレンズで、今もうちょっとレンタルやめちゃったんで持ってないんですけど、このレンズはめちゃくちゃ合うかなと思います。XC1545 っていうレンズは何回も、レンタルなのに何度も紹介してきたレンズなんですけど、このレンズXE4 とレンズキットとして販売されているので、間違いなく似合うレンズですね。見た目も似合うのはもちろんのことなんですけど、写りとか使いやすさとかその辺も間違いないなと思ってますので、ちょっといろいろ動画出してますので、よかったら参考にしてみてもらえればなと思います。最近レビュー動画も出しているので、よかったらチェックしてみてください。で、何が良かったかっていうのをざっくり言うと、1つ目はズームレンズなのにコンパクト。電動ズームなんですけど、その出さないとこの電源をオンにしたらこの電動でズームがウィーンって出るんですけど、これを手で出すタイプじゃないんで、このオフにしてる時はしまわれてるんですよね。だから結構その使ってない時は結構コンパクトに収納されているレンズです。そこが一つすごい、電動ズームっていうのがいいか悪いかは置いといて、見た目の部分はその点がおすすめです。で、あとおすすめのポイントなんですけど、動画を撮りやすいっていうことですね。 XE4 って動画レリースボタンっていうのを割り当てることができるんですけど、写真モードのままボタンを押せば動画を撮ることができるっていうモードがあるんですけど、それがあることによって、XE4 でも動画を撮りたいなって思う方もいらっしゃると思うんですよね。そういう方にとってはこの XC1545 っていうレンズが、間違いなくおすすめですね。で、なんでそれがおすすめかっていうと、 XC1545 には手ブレ補正が3段分ついてるんですよね。なのでこの XE4 は手ブレ補正がついてないんですけど、その XC1545 と組み合わせることによって若干少し手ブレ補正が効いた動画を撮りやすくなるっていうのがあるので、おすすめなポイントかなと思ってます。僕が今 XE4 につけて試せるレンズは今のところこんな感じです。今回ご紹介したレンズの中で言うと一番おすすめなのは XF18mmF2 かなと思ってます。 XE4 ってすごいコンパクトなボディなので、そのボディのコンパクトさを生かすことができるレンズっていうのは 18mmF2 かなと僕的には思ってます。コンパクトとコンパクトでもうめちゃくちゃ持ち出しやすくなるので、結構僕この XE4 を買ってからすごくお伝えしていることなんですけど、持ち出しやすいことがやっぱり一番大事というか、大きかったら持ち出さないことって増えるかなと思うんですよね。近所の公園とかにも僕はもう毎回もうほぼ 100% カメラを持って行ってるんですけど、そういう時に仮にですけどそのズームレンズしか持ってなかったり、90mm の単焦点しか持ってなかったりとか、そういう状況だったら僕多分持っていかないと思うんですよね、カメラ自体を。だからそういう感じになることを考えると、お子さんを撮られる方とかそういった方には、やっぱりコンパクト×コンパクトの組み合わせで、ボディもレンズもコンパクトなものを選んでおくと持ち出す機会が増えるんじゃないかなと思ってます。気に入って買ったものってやっぱり使った方がいいと思いますし、使ってあげた方が愛着も湧いてきますし、どんどん楽しくもなってくると思うので、だからその辺を考えると XE4 はせっかくコンパクトなんでコンパクトな組み合わせで運用していくのが面白いんじゃないかなと思います。個人的にはっていうお話なんで、全然その大きいレンズと組み合わせてももちろんいいかなとは思うんで、その辺はお好みでお試しください。一応今回は見た目がメインでお話ししてきたので、こんな感じの見た目ですよっていう動画になりました。それでは今回の動画はこんな感じで終わろうと思いますので、今回の動画が参考になったと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。